こう江戸川慶史をやってますとね、人間ってのはものすごく面白い。何度も申し上げますけど、私一人でここで生まれて福田貴則として生きてるんじゃないんですよね。多くの魂が私の一生を一生っていうかね、大きな面では一生、もっと簡単に言うと一時一時ちょっと簡単すぎたですね、例えば今日をサポートしてくれてるんですね。私たちの人間の仕事というのは、自分の選択したことを体験する、その選択とその体験が全部言葉で表されてるんですね。ですから慶史のリーディング、この説明終わってますよね。リーディング、過去世の自分のことを自分の問題を抱えた場合、その過去世の問題を全部言葉で読む、それがリーディングですよね。言葉になってるから。ということで全部記憶されてる。それが言葉でも記録されてる、映像でも記録されてるけど言葉でも記録されてると、こういうことですね。神あるいは存在ってものすごいエネルギーを持ってるね。ですから例えば根性で結婚した相手とかですね、生まれてきた子供、あるいはお父さんやお母さん、おじいちゃんおばあちゃん含めて、これ一つのね、有機体っていうんですかね、過去でのいろんな体験を踏まえてきている。言葉を変えて言うと、人間は一つの大きなグループに属してるんですね。一つのって言いましたけど、一つ一つの。でその一つ一つの魂のグループがお互いにいい体験っていうか悪い体験も含めて、自分たちの成長するために自分の選択を言葉で選択したことを体験するという仕事をして、みんなでそれを集合体として受け入れて、それで自分たちのグループを発展させてるんですね。ですから例えば悪いことをしたとします。福田もしょっちゅう悪いことしてますけどね、先祖という言葉を使いましたけれども、魂のグループがそれサポートしてくれると、こういうことですね。ところで現実問題として、嫌な人と一緒になった、最も嫌な人と一緒になったというの、結果的にそうなったということですね。素晴らしい人と結婚すると決めてて、素晴らしい人と結婚したんだと思うんだけど、実は結婚してみたらちょっとこうね、気に食わないという人たちいっぱいいると思うんですね。私の話はちょっと全部置いときますからね。私はそういった時もね、どう言うかというと、面白いねっていうの。何回も何回も人間やってて、何回も何回も私と関わってきた相手とですね、結婚する選択をして自分が決めたから、自分が決めないことはできないのでね、それを今体験してるんだなということでね、今面白がる。面白いね。そして今度はそういうご相談をいっぱい受けるんだけれども、嫌な人と結婚して嫌な体験してるんだけれども、どうしたらいいのっていう時、また問題になってくるのが、どんな人生生きたいのっていうの。過去じゃない、今からどういう人生生きたいので、その人生の生きたい、自分の生きたいことを最優先すればいいと、こういうことになるわけかな。これもしょっちゅうこういうご相談いただくんだよね。それで理想と目的って自分はどういう存在であるかということ、理想をはっきりさせて、自分は根性でこれから過去じゃない、これからどんな生活をするかというのをはっきりさせてくれて、それでお話を離婚するのか続けるのか、いろんな離婚も結婚も大変だけど、いろんな問題をですね面白がってクリアしていくと、こんな感じになりますね。それをこう楽しむんでしょうね。私なんか楽しむけどね、面白いねです。